こととしんの宇宙一素敵なお話、神様を捕まえるよ。愛の新こと社。おじいちゃんから神様はどこにでもいるよと聞いたこととしんは、神様を捕まえようと虫取り網と虫かごを持ってきました。準備 OK。 神様を捕まえるよ。神様、網に入って。その様子を見ていたおじいちゃんは言いました。神様は捕まえるものではないんだよ。感じるものなんだよ。捕まえるものじゃないの？感じるものなの？でもどこで感じたらいいの？僕わかんないよ。おじいちゃんはニコニコしながら答えました。神様はね、心で感じるものなんだよ。そっか、心で感じるものなんだね。私、心で神様感じたよ。それからというもの、こととしんはいろいろなものに神様を感じて心をいっぱいにしています。心の窓を開いて毎日100個の神様で心をいっぱいにするよ。よく晴れた日は窓から差し込む日の光に、雨の降る日は窓を打つ雨粒に神様を感じます。朝ごはんの時はご飯やパン、味噌汁やスープ、卵焼きやレタス、きゅうりやトマト、そしてドレッシングにといろいろなものに神様を感じます。いただきます。学校に向かう途中では青空に雲に小鳥や街路樹に草や花にアリンコに神様を感じます。友達や友達の笑顔に行き交う車や道路や信号に校舎や校庭に花壇に神様を感じます。先生や先生の優しさに黒板やパソコン、タブレットや机や椅子など教室のあらゆるものに神様を感じます。教室にも神様がいっぱい。おじいちゃんの言っていた通り、神様と関係のないものは何もないのです。全部が関係するのです。そんなある日、
きな台風がやってきて、楽しみにしていた運動会が延期になりました。本日は延期にします。遠足も延期になったことがあるんだよ。てるてる坊主をたくさん吊るして、どうか晴れますようにと神様にお願いしていたこととしんは、それはがっかりしました。明日天気になれ、きっとだよ、絶対だよ。そこでおじいちゃんに尋ねました。ねえねえおじいちゃん、どうして台風が来るの？僕、地震も雷も怖いから嫌いだよ。ことちゃん、しんちゃん、いいことに気づいたね。台風も地震も雷も全部神様と関係があるんだよ。全部が神様の作った摂理、法則によって起きているんだよ。なぜ起きるのかというと、地球を進化させるためなんだ。進化？そうだよ、進化だよ。ことちゃんやしんちゃんが成長して立派な大人になるように、地球ももっと立派でもっと美しい星になるために進化していくんだよ。地球が火炎と嵐から始まったことを2人は知っているかな？それが今ではどうだい？水と緑と命の豊かな星になったよね。それは何度も何度も嵐や地震、雷が繰り返し起きてのことなんだよ。人間にはどれも嫌なことだけれども、地球の進化にとってはとても大切なことなんだ。進化にはどれも大切なの？神様の願いは地球や人間、動物や植物、鳥や昆虫、海の生き物など宇宙にあるすべてのものが摂理、法則によって進化、成長することなんだよ。どうだい？進化、成長することの大切さが少しは分かったかな？うん、少しだけど分かったよ。朝顔の種をまくときれいな花が咲くよね。それは種が成長するからだよね。小さな苗木が大きな木になるのも、子犬が親犬になるのも成長するからだよね。そっか、神様の願いは全部のものを進化成長させることなんだね。それが神様の願いなんだね。よーくわかったよ。ことちゃん、しんちゃん、2人が成長して大人になったら深
深い意味がわかる本を読むといいよ。神様の願いがもっともっとわかるようになるよ。そうするよ。神様の願いをもっともっと知りたいからね。楽しみにしていた運動会は延期になったけれど、進化と成長が神様の願いだと分かって、2人はとっても満足しました。おじいちゃんは病気になるのも困難や辛いことがあるのも人間の心の成長を願う神様の思いだと2人が分かる日が来るといいなと思いました。体験の一つ一つが心の成長にとってとても大切なんだよ。だから頑張ってほしいとおじいちゃんは思っているよ。お便り。神が実在することは、ことと神シリーズ、ことと神の宇宙一大切なお話、神様っているのかなに書いた通りですが、実在することが理解できたら、次に必要なのは、神が無限の愛と完璧な摂理で地球や宇宙を創造し、今なお愛と摂理によって人間や万物を存在させていることを実感することです。神を実感することなどできないと思われるかもしれませんが、実はそうではないのです。神は毎日の生活の中でいくらでも見出せますし、心で感じることもできます。なぜなら自分の体はもちろん、自分を取り巻くすべてのものが神の創造物だからです。朝目覚めて吸う空気、部屋に注がれる明るい日の光、愛らしい小鳥のさえずり、そのすべてが神の愛と摂理によるのであり、人間が嫌う台風や地震、雷も神に関係するのです。命あるなしにかかわらず、すべてが神によって創造され、神と深く関係するのです。地上界にはさまざまな形をしたものがあり、柔らかかったり硬かったりしますが、その基本となるのは素粒子であり、どれもが素粒子からできています。それは何を意味するのかといえば、命あるなしにかかわりなく、万物の元となるものは同じであり、すべてはつながっているということです。こう知ることの利点は、万物に愛が湧くことです。自分はもとより存在物のすべてが神の愛と摂理で創造されていることが実感できて、万物の一つ一つが自分の分身に思えるのです。それにより自分を愛するがごとく万物を愛せるようになり、それは愛の方向性を利己愛から利他愛へと変えていきます。利他愛に満ちる平和な世界はこうして実現していきますが、そのためには
一人一人が日々の生活の中で神をより多く実感することが必要です。この絵本がそのためのわずかな手がかりになれば幸いです。なお、本書に出てくる深い意味がわかる本とは、霊界通信によってもたらされたシルバーバーチの霊訓を指しますが、これを機にぜひお読みいただきたいと思います。また、ことと新シリーズの絵本、本書含め全5作も合わせてお読みいただけますことを願っております。こととしんの宇宙一素敵なお話、神様を捕まえるよ。おしまい。